こんだけ道に面してたら人がいっぱい通るんで、結局カーテンとか目線が気になると思うんですよ。そういうことを防ぎながら明るいにしたいなっていうのはあります。部屋自体は見える景色が視線が伸びたりとか空が見えたりとか、そういうところが大事なんかなと思ってますね。いや、藤原室吉、藤原です。室です。インタビュアーの藤上です。よろしくお願いします。今日は箕面の家についてお伺いしてみようかと思うんですけれども、この箕面の家っていうのは結構変わった形をしているんですが、なぜこのような形になったんでしょうか。普通の敷地って全面道路ってあって、道路の前に道が接してるっていう敷地が基本じゃないですか。この敷地を見ると島みたいになってて、道がぐるんと敷地に接してるっていうのもあると、どこが正面かなって迷ったりしないですかね。そうですね。玄関どちらなんですかね。ちょっと敷地がそういう道路に接しすぎてるっていうのもあって、どこからもいろんな形が見えるように、どこが前とかどこが後ろとかあんま感じないような形がなんかこの敷地に合ってるんじゃないかなっていうところからいろいろ考えて、こういう形になったっていう。じゃあわざとずらしているという感じ、そうですね。そういうずらすことでいろいろ何かね、面白い形、中が面白くなるかなっていう。外と中ね、外と中がそれぞれ面白くなる。こちらなんか窓が見えないんですけども、一番右手にあるのが窓ですか。なんかちょっと今写真で見ると、なんか真ん中のなんか下の方にちらっと見えてるところがあるんですけど、そういうとこだったり、今の2階のちょっとくぼんでるところから光が入ったりとか、なるべくなんか形を大事にしたいというのもあって、あんまり窓をいろいろつけ始めるとごちゃごちゃっとするんで、それを気にしながら、この施主さんからも窓はあんまりいらないっていう感じで、こんだけ道に面してたら人がいっぱい通るんで、結局カーテンとか目線が気になると思うんですよ。そういうことを防ぎながら明るいにしたいなっていうのはあります。プライバシー気になるって話もあったんで、内向かい側にホームセンターみたいなのがあるんで、なるほど。結構その人通りとか目線がやっぱり見えるんじゃないかなっていう、そういうのが想定されるっていうところで見えないようにしたいなってことはありました。色が白にしたっていうのは、内部も白っぽい色になるんですけど、その光が拡散して明るくなるっていうのはありますね。素材に関しては何かここの素材がこだわったとか。全体的は同じように見えるような作り方っていうか、だから外側の色と中の色を一緒の塗装をずっと塗り回したみたいなぐらいですかね。ちょっと統一感があるそう、もう統一感も形だけですね。形をどう強調させるかというか、角度が変わるだけで陰影変わるんで、逆にそれが分かりやすいのは白かなと思うんですけど、いろんな角度を感じやすいかなと思いますね。こちらは駐車場とかもある。駐車場、道路にどっちも面してるんで、どちらからも入れるんで、2台とか3台とか置けるかなって。車庫入れがしやすいです。そうです。屋根の方は真っ平らなんですけども、水はけはそのまま、見えにくい方に向かって水が流れるようにして、ちゃんと戸井とかあるんですけど、見えにくいようには考えてはいます。建物にうまい感じで被るとか、中から見た時にその背が高いと植栽が、頭覗いた植栽が見えたりとか。なるほど。だから中から見るとこの植栽の葉っぱとかが見えてくると。結構周りの家は普通に敷地に対してずっとフェンスを回してる家が大体ほとんど普通そういうやり方になるんですけど、それもちょっともったいないんで、そういう代わりに植栽を回しておくと侵入っていうか、なんか一応自分の敷地だって感じもあるかなと思うし、そんな感じ。結構石が面白いですね。割と大きかったり小さかったりする石もまたその造園の方がご提案されて、そういう人にも任せてますね。施主さんについてどんな感じの方だったのかっていうのをちょっと確認してみたいんですけれども、施主さん自身は3人お子さんがいらっしゃる。
そうですね。まあはい敷地探しの時からはい立ち会わせてもらってたんですけど、はいまあこのエリアが気に入られてたんで、なんとなくこうせっかく建てるんだったら、うん並びに並んで、一般的なんかそうなんか並びがね普通だから。結構逆にこういう島みたいな土地ってよくある。いや多分ないでしょうね。いろいろ区画されてはい出来上がっちゃう敷地だと思うんですよ。横道路って珍しいですよね。まあ珍しいね。うんこれまああえてそういうところを選ばれる方なんだっていう。なんか1階部分と2階部分をずらすっていうのは今までもいろいろやったことはある感じですか？いやわざとするってないんだよねあまり。位置的になんか形がいろんな角度から変わると面白さってあるかなっていうところからなんであんまないかもしれないですね。ないと思いますね。その土地に合わせて考えていくっていう感じですか？なんか中の動線とかどうなってるのかなっていうとそうですね。ころですね。ここが玄関で、まず一番の玄関、でまあ右も左も別に上がれるんですけど、そのまま下降りていくとはい5番のとこがメインのダイニングとうんリビングがあるうエんリア、3番の右上のところがはいキッチン、うんでうん右下の6番っていうのはちょっと個人的な趣味のスペース。音楽もされてたり。そうですね。音楽ちょっと防音が少しされてるような。あ8番の左下のところがーはい畳のゲストルーム的に使うのかなって。左上の塊というか水回り関係が固まった。一応建物的にこうなんかこう箱みたいなのがパラパラしてるんですね。箱の中に用途がいけるような感じになっていて、はい真ん中の中心がうん LDK ですよって感じです。ここ斜めから来る角度的になんか歩いたりするときに目線が変わりそうですね。まあそうなかなかねそうですね。だからちょっと角度がねあるんでね、まあちょっと複雑な感じに見えるかもしれないですけどね。いろんなところに座ることができる。そうですね。この場所がちょうど7番ってとこのはいデッキスペースから光が入ってくるんですけど、はい。外観的にはうんあんまりそれが感じられないようにうん作られてる。窓がこう壁に普通ポンってついたりするんじゃないですか。はい。そういう感じに作られてないんで、なんかいかにも窓がないんじゃないかって思われがちなんですけど、はいそういうスリットとかいろいろ隙間を設けることでいろんなところから光が入ってくるようになって和室は今何か使ってらっしゃるんですか？客間だと思いますね。なんかあんまり決められてはなかったような気はするんですけどね。ただまあ和室も欲しいなっていうことで、そんな感じだと思いますね。キッチンがこの奥にあるんですか？そうです。キッチンがちょっとだけこう囲われた感じで作りたいっていう方でもあったと思いますね。突き当たりがなんか勝手口になってて、なんかゴミとかここからも出入りはできる。そうです。洗濯機が10番ってちょうど書いてあるところに置いてあったと思います。で下の外出て9番のグレーのところが外にはなってるんだけど、ですね。まあ最近部屋乾燥機も多いんで、はいちょっと干せたらなって感じだったと思うんですけど、うん点々の線があるんですよ。9番のところに点々。ありますね。はい。これが上の建物のがこういうふうにかぶってきてるっていう。雨ちょっと雨がかかりにくいからなんかそういうこともねいろいろ考えながら、このドアが図面の10番のこのドアに、でこの出た9番が今のエリアで、なんかワイヤーみたいなの見えるかなと思うんですよ。ステンレスワイヤー、これが物干し。物干し、なるほど。外でも干せると。お客さんなんか音楽をされるっていう話やったんですけど、いろんな楽器、サックスもギターもありますね。大きさ的にはそんなに大きくない。これはそんなにないと思う。一坪ちょっとぐらいじゃないかなと思うけど。壁とかは厚くしたりするんですか？ちょうどなんか図面でもなんとなく感じてもらえると思うんですけど、なんか壁がちょっと分厚い。めっちゃそうですね。はい。まあそれぐらいですけどね、そこまでむちゃくちゃ防音仕様までしてなかったと思いますね。天井の高さはどれぐらいなんですか？これは 2.1 メーターか。他の部屋はもうちょっと天井が高いところもある。リビングとかは高く取ってるんですけど、なんかメリハリをつけてるよと思いますけどね。お風呂はどんな感じ？窓を作りたくなかったんですよ。上に天窓があります。
開閉式になってる。基本的に外観重視で話が、外壁に窓つけないのにはどうしたらいいかなって話をして、トップライトつけたいですねみたいな話になって、2階はプライベートな部屋がずっと並んでるぐらいなんで、左下の方は子供部屋が2つ作っといて、後々点々っていうところに壁が作れるかなっていうような。まだちっちゃいかったんで分けるまでもなっていう感じもあったと思うんで、ワンルームでシャワー遊びやすいかなって感じで。ああ、確かに。もう一個の反対側のフロアの方は一応17番っていうところが子供部屋になっていて、15番が寝室だと思います。クローゼットが、寝室のとこだけであって、子供部屋の方はこれがいろんなことがあるから多分置き家具ぐらいでタンスのようなもん置けばいいかなっていうような感じで、子供部屋とかは何にも作ってないことがでも多いですね。2階のバルコニーを2階のバルコニー、これは無理やり作ることになって、もともと計画でずっとなかったんですけど、バルコニーがここにあると花火がそうなんですからしいんですけど、花火大会からこの角度から見えるんですか。覗かれないけど外で過ごせるスペースなのでいい場所になったんですよ、割と結構元々だから普通の方は四角やったと思うんですよ、この書き込みなくって。そうだったんですね。そうこの形はバルコニーによって結構後半ぐらいだと思うんですけど、施主さんがちょっとバルコニーあったらいいんだけどなっていう感じで頑張った甲斐があった。でも多分あってよかったと思いますよ。お二人から見てこの空間は過ごしやすそうとか、ここの空間はいいなと思われるゾーンは。ゲストルームとかの8番とかのああいう意外に良かったなと思いました。そこから見える景色がずっと見渡せるみたいな、そういう作り方はいろいろしたいなと思っていて、部屋自体は見える景色が視線が伸びたりとか空が見えたりとか、そういうところが大事なんかなと思っておりますね。これからも、このような感じでいろいろな紹介をしていきますので、よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。